今回の動画はこちらの棚をこのようにリメイクしてのみの市で買ったお皿などをデコレーションする様子をお届けします。まず全体を固く絞った雑巾で拭き、ほこりやクモの巣を取り除きます。置き場所は購入した時からこのベランダと決めていました。実際に置いてみると、地面に直接置くよりも足をつけてみたらどうかなと思いましたので、その後再度リサイクルショップへ行きました。ラッキーなことに同じデザインのものを4つ見つけることができました。足は4つで 1.5 ユーロでした。足はこのようにネジのようになっていましたので、どのように本体につけようかと考えた結果がこの後ろに見える穴の開いた木の板です。ちょうど家にいい厚さの板がありましたので、そちらを適度な幅に切り、そこに足のネジの部分が入る大きさの穴を開けます。この作成した足と棚の本体とはネジで留めますので、先に穴を開けておきます。ボンドを足のネジ部につけて板と固定します。これで足の部分は完成です。私は木製の家具はあまりペンキを塗ることはありません。どちらかというと木目が生かされた仕上がりが好きです。ただ今回は色味のないベランダに置くことを考え、かなり迷った結果色を塗ることにしました。好きな色のペンキで塗る前に、まずこちらのプライマーと呼ばれる下地でコーティングします。これはペンキを剥がれにくくする、いわば接着剤のような役割です。薄く塗り、乾いたらもう一度上から重ね、ムラのないように塗ります。足も忘れずに塗ります。色はこちらの2色を混ぜて作ることにしました。私はものづくりが好きなので、いつか使えそうだなぁというものをお得な値段で見つけたら
買っておくようにしています。この2色のペンキもディスカウントショップで購入したもので、合わせて6ユーロぐらいでした。こちらの色も2度塗りしました。この棚にはのみの市で買ったお皿を飾りたかったので、青や赤のお皿が合いそうな色を作りました。So now I've got my little hole here. Now I'm going to drill.2枚の棚板には装飾をつけることにしました。Facebook で販売されていた古い食器棚がとても可愛かったので、同じようなデザインをやってみることにしました。とは言っても、私もマークも同じようなものを作ったことがないので、いろいろと試行錯誤しながらやってみました。うまくできるかわかりませんでしたが、完成してみるとなかなか想像していた通りにできて嬉しいです。ちなみにこのデコレーションの部分を作るのに細い棒を何本か買いましたが、こちらの棚を作る分でおよそ6ユーロしました。棚の端にスペースが空いてしまっていたので、家にあったこのような棒をつけました。出来上がったものがこちらです。と言いたいところですが、仕上がってみて色がどうしても好きになれず、数日考えた結果、結局色を塗り直すことにしました。そしてできたのがこちらです。いかがでしょうか。かなりポップな色合いから落ち着いた雰囲気の色味になって、私はすごく気に入っています。でこちらの色ですが、もともと紹介した青と黄色に茶色を混ぜただけのものになります。私がこの色作りの点で一つ失敗したなと思う点がありまして、それは色を作って試し塗りをしてみたんですが、その時にこのような白い紙の上に塗ってしまっていました。実際乾いてみると紙の上と木の上では、色の出方に違いがあるんだなということを知りました。ですので皆さんももし、色を試してみる場合は実際、木の上に
プライムを塗ってから、色を試してみると、実際のイメージに近づくんではないかなと思います。で、今回こちらにこの棚を置く理由ですが、実は YouTube の撮影はいつもこのベランダですることが多いです。ただ、後ろが今までは白い壁だったので、例えば料理などの動画を撮るときに背景に映るものも少し、何か楽しい方がいいのではないかなと思って、このディスプレイを、することにしました。で、こちらの棚には飲みの市で買ったお皿とか、小物、あとは私が今まで動画の中で作ったものなどを、デコレーションしながら楽しみたいと思います。では、早速今からちょっとお皿などを飾り付けてみようと思います。こちらの動画もご視聴くださりありがとうございました。